こんにちは、川本真由です。本日はベトナムホーチミン滞在中の美容例を紹介したいと思います。今回はですね、ネイル、まつげパーマ、美容室に行ってきました。普段から月に1回ずつ通っています。これに加えて週に1回のマッサージに行っているんですけど、今回は時間がなかったので行けませんでした。動画内で紹介しているお店についてはそれぞれの価格や住所等も紹介しています。動画の最後でなぜベトナムで行う美容施術が安くクオリティが高いのかというところについて簡単にお話ししています。ぜひ最後までご覧ください。ではどうぞ。はい、まずはネイルです。久しぶりにローカルのお店に来ました。ベトナムのネイル屋さんはジェルネイルの硬化に使う光から日焼けを防止するために黒い手袋をつけたり日焼け止めを塗ってくれたりします。長さ出しは基本スカルプじゃなくてチップが多いイメージですね。はい、完成しましたが、しかしちょっとここでトラブルがありまして、なんとですね、友達の爪がすごいことになっちゃった。ドットがすごいことになっちゃいました。これもまたローカルの醍醐味って感じですね。はい、で気になる価格なんですけれども、私が20万ドンぐらいかな、で友達が18万ドンでした。日本円でそれぞれ1200円と1080円ぐらいになります。ジェルネイルでアートも込みで、かつ私は長さ出しが入ってこの値段だと日本の都心部で受ける10分の1ほどの価格で安く施術を受けることができます。しかしローカルのお店では稀にこういった不思議なトラブルが発生したりします。今までホーチミンではいろいろなお店でネイルをやってきたんですけど、基本的にはもうどこのお店もめちゃくちゃ技術が高くて、なおかつ安い、もう私にとっては楽園みたいな国ですね。日本と違ってパーツ課金とかもないですし、使うジェルによって値段が変わるとか、そういった複雑なメニューもあんまり多くないイメージです。はい、次はまつげパーマとネイルの修正に行きました。こちらシュガーネイルさんというところで、住所がもっちゃんレタンですね。めちゃくちゃいい立地というか縁起のいい住所なんですけれども、弁天市場から歩いてすぐの超好立地にあるネイル屋さんでございます。ここでは上下のまつげパーマをやってもらいました。上も下も同時に施術してくれて、めちゃくちゃ仕上がりが綺麗なので超気に入ってます。気になるお値段は上下合わせて40万ドンほどですね。日本円で2400円ぐらいです。ちなみにこの日はシュガーネイルさんと我々サイバーノッターバーのコラボイベントを開催しました。私はここでネイルにグラデーションを追加するアップデートをやってもらったんですけど、なんと全員無料。近くの観光地のブンチャー屋で一旦一休みしましょう。ちょっとまつげパーマ中に爆睡かましてたおかげで顔がめちゃくちゃ、もう髪の毛ボッサボサなんですけど、ちょっとお見苦しいものをお見せして申し訳ありません。ブンチャーめちゃめちゃ美味しかったです。かかってんのかな、はい、次は美容室にやってまいりました。ここでは前髪のカットとトリートメントをお願いしました。こちらもシュガーネイルさん同様日系のお店になるんですけれども、私がもう超信頼を置いている美容師さんのお店です。こちらの美容師さん、ともさんという方なんですけれども、めちゃくちゃこだわりが強くて、一人一人の髪の毛をアート作品かのように大切に仕上げてくださるので、もう超信頼を置いてます。ベトナムのインフルエンサーも足しげく通うお店とのことです。あとですね、個人的に嬉しいポイントなんですけど、ベトナムって冷水シャンプーの文化があるんですが、ここはローカルの方が来店するということもあり、冷たい水も選べるしお湯も選べるという、もうなかなかホーチミンにしては珍しいんじゃないかと思うんですけれども、どうなんですかね。はい、というわけで仕上がってまいりました。お値段の方がですね、トリートメントカット合わせて95万ドンでした。安い。私の傷んだ髪も見事に蘇生していただいて、めちゃくちゃ満足な一日でした。ということでベトナムでの美容デーをご紹介させていただきました。ここからはなぜベトナムで日本同様の施術が安く行えるのかということについて、買い物ながら経営者の一人の目線でお伝えしていきたいと思います。まず安さ、そして技術の高さという二軸でお話ししていきたいと思います。まず安さの秘訣というところなんですけれども、必要経費が日本よりかからないというところが大きな理由だと思います。例えば人件費、今ベトナムのコンビニのアルバイトさんは1時間2.5万ドン
ンで働いているというふうに私の友達とかからねよく聞くんですけど、かなり日本より安い水準で働かれているっていうのが現状になります。もう一つは光熱費ですかね。光熱費は水代がほとんどかからない、多少かかるにはかかるんですけれども、日本とはもう比べ物にならないぐらい安い値段で水道を利用できるという感じになります。電気代は日本と同じぐらいですね。あとは物件代、家賃ですね。家賃に関しても日本よりかは安いけど、でもだいぶ今上がってきてますね。私が4区に持っている一軒家に関しては東京のちっちゃいワンルームと同じぐらいの値段です。実店舗ビジネスをやる上で一番圧迫してくるのってやっぱり人件費だと思うんですね。そういったところをベトナムの水準に合わせてサービスを提供することによってサービスを受ける側の人たちも安くで受けられるというようなところが大きなメリットかなと思っています。次に技術の高さについてです。技術の高さに関しては国民性が大きく影響していると私個人的には考えていて、ベトナムで働いている方ってすごく勤勉で真面目な方が多いイメージなんですね。もちろん日本人もそうですけど、人によって様々です。サボりたい人はサボりますし、やる人は本当にやる。もうこれは人間個人個人によって違う話だと思うんですけれども、やっぱり技術職についていらっしゃる方、ネイルとか髪の毛とかもそうですけど、技術をなりわいとしている方に関しては非常にやっぱ真面目な印象が強いです。そういったところからいいクオリティのサービスというものを提供してるんじゃないかなと思います。あとは一般的なもう本当にどこにでもあるようなネイルショップとかに行くと一人は必ず日本語喋れるスタッフさんがいたりするんですよね。私が行くお店がたまたまそうなのかもしれないんですけど、全然日本人が住んでいないエリアのお店とかに行っても一定数やっぱいらっしゃることが多いです。よくよく話を聞いてみると、日本の技術を習得するために日本語を勉強しましたとか、日本に実際に行って技術を習得してベトナムに帰ってきましたとか、そんなベトナム人の方がいらっしゃるので、やっぱり日本の技術ってすごく世界的にも人気なんだなというふうにちょっと一言なんですけれども思っていたりします。そんな日本の技術がベトナムですごく安く受けられるというのは私にとって魅力でしかなくて、動画ご覧いただいた通り、私は日系のお店に結構行くんですね。その理由っていうのが、日本で同じ施術を受けたら高いかもしれないけど、ベトナムに行って日本と同じ施術を受けたら少し安くなる。ローカル価格よりはちょっと高いかもしれないんですけど、日本の水準のクオリティでサービスを提供してもらえるっていうところが私は気に入っているので、日系のお店に行くことが多いです。はい、ということで今回は私のベトナムホーチミンでの美容デーについて、そしてなぜベトナムで日本同様の施術が安く受けられるのかという話をさせていただきました。この動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。私のベトナムでの動向については X、そして Instagram 等でご覧いただけると嬉しいです。そちらもフォローよろしくお願いいたします。じゃあまたね。